こんにちは。今日は皆さんをスケッチの現場にお連れしたいと思います。でもいざスケッチ行ってみると、どこをポイントに描こうかなって迷いますよね。その迷いを取り除いて、ここを描こうと素早く決めるポイント、その方法をお話ししたいと思います。ではどこに行くか。ここです。ここはですね、海岸の風景ですね。関東の神奈川県、そこにある大根で有名な三浦半島のですね、一番南端にある城ヶ崎という場所です。行かれた方もおられるでしょうかね。そこの場所に今日は皆さんと一緒に行ってスケッチをします。でもほら、とてもごちゃごちゃしてるでしょ。ここの場所のどこを一番ポイントで描いたら絵になるか、それを詳しくお話ししますね。はい、では現場に来ました。まず私が描いてみたいとこはここですね。遠くのこの船を中心としたこの部分です。そして2枚目はこの小屋を中心としたこの辺りを描きたいと思います。3枚目はこの船を中心としたこの辺り、どうかなと思ってます。そして最後の1枚目はこの後ろ向きのこの船を中心としたこの辺りを絵にしたいと思います。では4枚絵ができる可能性があるので、いくらラフスケッチといっても時間がかかるのでですね、少し早送りでそのポイント、描き方等をですねお話しします。では見てくださいね。はい、では円形のこの部分を描いてみましょう。今日使うのは鉛筆ですね。この時鉛筆はですね、ラフにできるだけ使うこと、そういう考えでやってみましょう。あまり鉛筆をしっかり持たないっていうわけですね。それから一本の線できれいに描かない。線に抑揚をつけて、強い線、弱い線で形を描いていくんだということがスケッチでは大事です。さあ、船を描いたら後ろの景色も加えます。この船を、今日は白い船が目立ってここを描きたいなと私が思ったのはですね、後ろの景色との対比があるからですね。ではその白い船がきれいに見えた、対比的に見せてくれた今背景を塗りました。そして船の調子に少し色を入れてきます。これはざっとその現場を色で掴んでみるということですので、鉛筆の線と水彩のカラーがお互いに助け合うようにして絵を描くことがポイントです。さあ、大きく見えましたよね。この程度でもう絵の大事な部分がつかめたなと思えば終わりですよ。決して細かく描き上げるわけではありません。はい、今のはこちらの風景でした。さて、今度はこうですね。これはお家が、何か漁師さんが物を入れる物置のようなもんですね。作業小屋でしょうか。それを中心に描いてみようと思います。遠くの方に見える赤い橋は、この城ヶ崎に渡ってくるための陸橋です。この赤い橋とこの作業小屋をセットとして今描こうとしています。このように物を興味深く表現するのは一個だけではなくて、何かそれに付随するものと一緒にしてセットにして要素を捉えるということが大切です。今ですから、橋を描いてますよね。これはこの小屋を
中心として描くためには大変欠かせない要素なんだということになります。この今スケッチデッサン的に描いています。鉛筆と絵の具がお互いに半々の力を出し合って描く表現です。さあ、これで出来上がりです。今のスケッチはこちらの風景でした。さて、次はこの部分ですね。誰でもまず描きたくなる船をしっかりとした大事な要素としてまず描きます。でもこの船を実はもっと面白く見せるために、手前にある漁師さんが道具例に使っているこの箱ですね、この形を利用して絵に奥行きと動きをつけようというわけです。この箱の大きな存在、そしてこの箱が斜め左前方を向いている動きですね、その動きが結果的には、この船に向かっての視線の導入になる。このようなものの動きを使って画面の大切な要素を決めるというのも絵の中で、組み立てる非常に大事な考えとなります。さあ、船は白い船なので色はちょっとだけですね。鉛筆の強い線でもう船ができています。船の下の方に少し暗い色を置くだけで十分に船が見えてきます。船の周りの色をちょっと足してあげると、周りの状況はどうなっているかっていう最低の説明ができます。これはあくまでも作品を仕上げるためのラフなスケッチなので、あまり描きすぎたり塗り込んだりしないようにしましょう。自分が作品に仕上げた時にどういう強弱でこの絵を描いたらいいんだというアイデアがもうこの段階でできているんだというわけです。さあ、手前の視線を船に向けるための斜め左方向に向く大事な視線の役目を果たす、今このものを、いろいろなものを収めてある箱を描いて、水面なんかはちょっとした色で終わりですね。円形の船も少しで終わりです。これは本当脇役なので描きすぎないことですよ。はい、これで出来上がりですね。はい、今のはこちらのスケッチでした。次はここを描いてみましょう。一番手前に大きく船があるんですね。でもこの船は船全体が見えていません。この全部が見えないというのが実はこの絵の大切なポイントです。どうしても私たちは絵を描くときにそのものの形を全部画面の中に入れたくなるんですけども、実は、私たちが絵の先生として時々参考にしている印象派の絵ですね。あれは実は日本の浮世絵を先生として研究した絵なんですね。日本の浮世絵は手前に要素を大きく立ち落とすように入れるという構造を考え出した先駆者なんですね。私たちもそこに学んで、要素を全部画面に入れない、手前に大きく立ち落とす、その立ち落としたものからその遠くに見えるものを画面に組み込む。これはそれを具現化できる大変いいモチーフです。今大きくですから手前の船をざっくりと入れてるんですね。この手前の船を存在がしっかり描くことによって、実は円形の方まで緊張感を持った画面が作れるということになります。だいぶ手前の船が具体的に見えてきたでしょう。ここで明暗の強い対比で船の構造、
日向の面、日陰の面を描くんですね。そこ手前がしっかり描けると円形は本当に軽く表現して済んでしまいます。こんな感じですね。ちょっとした遠くの船の下の暗い影、上のちょっと青い色を足して、このくらいで十分ですね。こうやって強い奥行きを画面の中に表現して、手前に大きな要素を立ち落とすように入れる。反対に遠くの方には小さなものが点在する。この形の大小の対比、ここを着目して、描いたのがこのスケッチになります。最後はこちらの風景でした。いかがでしたか。とにかく現場に着いたら素早く場所をまず決定しましょう。そしてラフスケッチ、簡単な着彩をして仕上がった時の作品のイメージ作りをしてみます。あなたもぜひやってみてくださいね。それではまた。